はい、皆さんこんにちは。モノルです。今回はですね、このスティックの感度カーブについてですね、どうやって計測しているかっていうところをメインにお話ししていきたいと思います。スティックの感度カーブっていう話の前にですね、ゲーム内感度っていうのはよく話題に上がっているものかなと思います。Apex で言ったらリニアとかクラシックとかですね、Call of Duty だとダイナミックなんていうのもあったりしますね。実はそれらがね、コントローラー自体の特性にも存在していたっていうことを発見したっていうのがですね、1年前ぐらいに上げた動画、ホールエフェクトの違和感の正体っていう動画でした。当時は私、こういうね、デジタルノギスっていうのを使ってですね、手動で、スティックの感度カーブっていうのを計測していたんですが、今はこういった機材を使ってですね、スティックの感度カーブ計測を自動化しています。なぜ、スティックの感度カーブを計測することが大事なのかっていうその動機であったり、感度カーブっていうもの自体が具体的には一体何を指しているのかっていうところですね。あとはその方法をどうやっているのかっていうところの方法論について、で現状感じている課題っていうところまでですね、解説していきたいと思います。序盤は特に FPS ゲーマーの皆さんやコントローラー好きな方には興味がある内容なるべく話していってですね、方法論以降についてはですね、真似をして、スティックの感度カーブを計測したい方向けの内容を入れてみました。序盤ぐらいはね、結構幅広い方に受け入れられやすい内容で、後半になってくるとかなりマニアックな内容になってくるかなと思いますので、序盤まではね、ちょっと見ていただけたら嬉しいかなと思います。はい。というわけで行ってみましょう。はい。まず、はじめに、なぜスティックの感度カーブを測る必要があるのかっていうね、動機のところをお話ししていきたいと思います。前提としてですね、FPS ゲーマーの方ってどういう風にエイムしているかなっていうことをちょっと考えるとですね、大体、スティックっていうのはですね、この距離離れてる敵でこの速度でレレレしているなら大体このぐらい倒せば追っていけるっていう感覚っていうのを親指の筋肉でね覚えているっていう感じがあると思うんですね。これはいわゆるマッスルメモリーっていうやつだと思うんですけど、これがスティックの感度が変わると覚え直しになってしまいます。そんなわけでですね、コントローラーが変わるとこの感度が変わるっていうのは非常に困るわけですね。そのスティックの倒し方っていうのを覚え直しになってきますし、やっぱり低感度がいい人っていうのもいれば、私のようにリニアな感度がすごく好きだっていうゲーマーもいます。はい。で、こちらがスティックの感度カーブです。右スティックの右側に倒した時の感度だけをね、出しているんですけども、例えばですね、レーザーウルヴァリン V3 Pro っていうコントローラーはすごくこういう下に膨らんだような曲線を描いています。デュアルセンスエッジはまっすぐなカーブですね。カーブというか直線になってます。Apex 5はちょっと上に膨らんだようなカーブを描いています。で、これ縦軸がゲームへの入力値っていうことで最大が1です。一番右に倒した時っていうのが1で、0が中立ですね。全くスティックに触れていない状態っていうことになってます。で、横の X 軸の方はスティックを倒した距離になってますね。物理的にどれだけスティックを倒しているかっていうのをミリメートルで表しています。なので、レーザーウルヴァリン V3 Pro はですね、7ミリちょっとぐらいのところまで倒せば、やっと最大値1っていうね、入力になって、一番エイムが右にね、ぐるぐる回るっていうね、そんな感じの特性になってますね。レーザーウルヴァリン V3 Pro に関してはですね、例えば 3mm 倒した時っていうのはだいたい 0.3 ぐらいですかね、なんですけど、他のコントローラーデュアルセンスエッジだと 3mm 倒せば 0.45 ぐらいまで最大倒すところに比べて 45% ぐらい倒せるっていうことでですね、より感度が高いっていうことがわかりますね。Apex 5に関してはさらに感度が高くてですね、3mm 倒せば 0.55 ぐらいまでスティックのね、入力っていうのが入るっていうことで、この下側に膨らんでいる曲線は低感度、デュアルセンスエッジのようなこのね、直線状になっているものっていうのはリニアですね。で、Apex 5っていうのは高感度な、そういう特性を持ったコントローラーっていうことがわかります。これがね、スティックの感度カーブっていうものなんですが、このようにコントローラーにもいろいろな感度のものがあります。
できればですね、自分が好きな感度を持ったコントローラーを選びたいんですけど、どうしても今までは購入して試さないとわからなかったんですね。どうしても私もね、YouTube を始める前はですね、こういう感度カーブっていうのを知る術がなかったので、1万以上とか、中には3万以上のね、まあこれですけどね、レーザーウルヴァリン V3D Pro なんかね、買ってですね、結構痛い目を見てきました。私はね、このリニアな感度のコントローラーが好きなんですけど、どうしてもね、購入すると全然そういう感度のコントローラーじゃなくて、これじゃちょっと使いづらいなって思うことが多かったんですよね。このね、スティックの感度カーブをなぜ測るかっていうとですね、この購入する前に知ることができるっていう、これがとても重要だと思います。そういうわけで、スティックの感度カーブを計測して YouTube や Web サービスのモノルの方で、このコントローラーの感度カーブを公開することにしました。で、計測っていうのはね、どうしても手動では精度の問題と、あとはね、手間がすごくかかるっていうね、2つの問題があってですね、なかなかこのまま、手で計測していくのには限界があるというふうに感じていました。なのでおよそ半年前ぐらいですかね、こういう風なね、機材を使った自動化っていうのに取り組んでですね、より精度が高く自動的にスティックの感度を計測できるようにしました。この効果としてはですね、標準的な計測方法っていうのの確率っていうのもできてきたかなっていうところでですね、今回はね、動画を撮っているっていう次第になります。でね、Y 軸に関してはですね、ゲームへの入力値っていうことでですね、例えばゲームパッドテスターなんかでも見れるスティックのね、値ですね、最大が1で、中立が0っていうね、これはね、あまり変わることはないんですが、横の軸ですね、X 軸に関しては、どの場所で計測するかによってですね、グラフの形っていうのがだいぶ変わってきたりします。そんなわけでね、このスティックの感度カーブ、これ一体何を指しているのか、主にこの X 軸についてちょっと説明をしていきたいと思います。はい、こちらがスティックと感度カーブのね、話をするために作ったですね、パワーポイントの図なんですが、この図はですね、スティックを横からですね、輪切りにしてですね、こう見た図で、ここが中心軸で、ここからね、スティックを倒すとこう回転していくっていう、そんな図になっているんですけども、このね、黒い線が中立の時のスティックのね、真ん中の縦の線ですね。これをね、スティックの中立時の軸っていう風に呼びます。スティックを倒すとですね、この軸っていうのはこんな風にですね、横に倒れますね。で、最初の頃ですね、やっていたのはですね、まずこの角度、オレンジ色の部分ですね、この角度をですね、度で表して何度倒したかっていうところでですね、横軸、先ほどの X 軸にするっていう風な方法をやってみました。このね、オレンジ色の部分使うとですね、スティックによってですね、この高さっていうのが変わることによってですね、結構ですね、正しい感覚とのズレっていうのが出てくることが分かりました。特に最近多いのはロープロファイルなスティックのモジュールっていうのがあってですね、その場合背がね、モジュール自体の背が低いので、全体のスティックの高さっていうのがちょっと高くなってですね、角度が小さくなって、見た目上高感度なグラフが得られるっていうね、そういうことがありました。実際ですね、スティックを倒す距離ですね、直線の長さっていうのはね、そこまで、例えば普通のサイコロ型のスティックモジュールとはね、変わらないんですが、角度にするとちょっとね、高感度に見えるっていう問題があったので、他のね、場所で計測するっていうことを考えてみました。その一つがこの長さですね、緑のものです。こちらはね、この中立の頂点のところからですね、このスティックの真ん中の頂点のところまでのこの円弧の長さですね、こちらを測るっていうものなんですが、こちらもですね、やはりこの角度の要素っていうのがどうしても入ってきます。スティックの高さがコントローラーによって変わるっていうところが影響してですね、こちらもね、うまくいかなかったです。なので今採用しているのはここの軸からの長さですね、中立時のスティックの軸ですね、こちらからこのね、頂点のところの長さっていうのを計測してですね、これを横軸 X 軸にしています。
こうすることでね、より、FPS ゲームのね、エイムと感覚結構近くてですね、スティックの高さに影響を受けづらいですね、計測っていうのができるようになりました。特に私はね、エイム操作はね、直線的にスティックを捉えてですね、操作しているっていうことが分かったのでですね、このね、赤色の部分の距離っていうのを計測に使っています。はい、それで計測した結果のグラフっていうのがこちらのグラフになってますね。こういう計測方法を取ることでですね、レーザーウルヴァリン V3 Pro は倒せる距離っていうのが長いので、ちょっとね、可動域が大きいっていうことが分かったりとかしますね。Apex 5は逆に可動域が短いので、ちょっとここはね、そもそも高感度の特性を持っているとかね、そういったことが分かるっていうメリットもあったりしますね。で、こちらのグラフ、右スティックを右方向に倒した時だけのね、グラフなんですけど、こちらのグラフは左端から右端まで全てのね、距離を計測した結果のグラフになってます。先ほどのグラフはここのね、右上部分だけを抽出して、見せていたものなんですが、こちらはね、左側に倒した分も見えてますね。左側に関してはね、こう上側に膨らむと低感度っていう風になっていたりしてね、ちょっとね、見方がちょっと難しくなるんですが、さらにこれをですね、リニアとの誤差、このピンク色との線の誤差何%ぐらい感度がその場所で違ったかっていうのを表したグラフっていうのが、こちらのグラフになります。こちらのグラフで見るとですね、直感的にこう下に行っていれば低感度、上に行っていれば高感度っていうことが一目で分かってね、何%感度が違うかもすごくよく分かるので、かなりね、私はよく使っているグラフになります。レーザーウルヴァリン V3 Pro がだいたいですね、30% から 40% ぐらいの低感度っていうことが分かったりとかですね、Apex 5最大で 30% 高感度な部分があったりとかするっていうことが分かったりしますね。はい。そんなわけでですね、これが私の出しているね、スティックの感度カーブ、レスポンスカーブの正体ということでですね、このね、特に横軸に関してはですね、直線的な距離っていうのをですね、中立時のスティックの軸からの距離っていうので、出していますよと。そういうことを説明してきました。おおむねですね、この計測方法で、デュアルセンス H なんかのアルプススティックですね、を計測しても、リニアなものはリニアっていう風にね、ちゃんと出るかなっていうところですね。なんで、本当はね、おそらくこういうロータリーエンコーダーって言われるですね、角度をそのまま、出力するっていうタイプのスティックモジュールに関してはですね、できれば円弧とかですね、そういったものを使った方がリニアに出るっていうのがあるんですけど、今使ってるですね、直線距離でもですね、かなり問題なくですね、計測っていうのはできるかなって思います。円弧よりかはですね、今の直線距離の計測方法だとやや高感度気味に出やすいかなっていうところはちょっとあったりはするんですけどね。はい、そんな感じのスティックの感度カーブの計測方法に関してでした。ではですね、この感度カーブを計測する方法についてですね、ちょっとマニアックな話かなり入ってくるんですけど、そちらを解説していきたいと思います。はい、今こちらに用意しているものですね。これがコントローラーを置いといてですね、必要な機材ですね。もう一個ですね、こういう AC アダプターみたいなものが必要になってきますね。こちら、ちょっとね、アルディノの上に乗ってるんですけど、これは2つ、こういう風に分かれて基板が2つあります。まずですね、どこから説明すればいいかな。ですね、普通のアルディノ UNO ですね、こういった基板っていうのですね、これは、アルディノ UNO ってね、よく市販されているですね、こういうものを使います。これでいろいろとパソコンを使ってですね、こういうものを動かしたりっていうことができるようになるっていうね、電子回路をね、よく実験とかで使われるものですね。はい。でこちらの基板に関してはですね、このモーターを駆動させるための基板っていうのになってます。さらにですね、こちらに一つですね、モーターを動かすための基板っていうのももう一つあります。こちら、このね、こちらの基板とセットでついてきたもので、今1個だけモーターを動かしているので、こちらはね、モーター、1個だけ基板を使ってますね。大きな基板の方っていうのはですね、CNC シールドって呼ばれているものになります。
で、こちらが A4988 っていうね、モーターを駆動するための基板ですね。IC チップが積まれたものになってますね。で、こちらですね、この下についてる銀色の部分っていうのが、このステッピングモーターと、それが接続されたですね、リニアレギュレーターっていうんですかね、そういうものになります。ここの部分ですね、この白い部分っていうのがですね、ステッピングモーターによって徐々にこう動いていくっていうね、本当にわずかな 0.25 ミリぐらいでしたっけね、徐々に動いていくっていうね、そういう仕組みになってます。でそれを固定するための土台としてこういった金具っていうのをですね、ホームセンターかなんかで買ってきてですね、下側にリニアレールっていうのをですね、こう結束してあげて、で上側の方にネジで留めてあげるっていう方法で、つけてます。簡単に取り外しできるんで、方向をね逆に180度変えたりっていうのをできるようにね、こういう仕組みにしたんですけど、あんま使ってはないですけどね。はい。で、ここに伸びているのはね、これ、一応こういう風な形でですね、こちらのね、モーターに電源を入れ続けるとですね、すごくこのモーター加熱してしまうので、電源をオンオフするためにこういったものを使ってですね、接続している時だけ、電源を供給して、使い終わったら外してね、回路を遮断してっていうね、そういう、ことをしてたりはします。ここね、別にスイッチとかをね、自分で取り付けてもいいかもしれないです。はい。で、こちらの AC アダプターなんですが、こちらはですね、はい、こういうスペックの AC アダプター使ってます。DC9V4.5W MAX のものですね。はい。0.5A ということです。こちらをこの CNC シールドにですね、先端のところを切断して、で、プラスマイナス気をつけてね、この AC アダプターだと白い線がついてる方がマイナスだったので、マイナスの方にこうやって接続してあげてるって形ですね。これで大体揃ったかな。で、あとこちらなんですけど、こちらはですね、プロフリーク V2 の方のね、土台になってます。こちらをですね、実はこのね、プロフリーク V2 の上側ちょっとね、削ってですね、こんな形でネジ止めできるような部分っていうのだけを取り出してですね、でなおかつこの土台部分っていうのは削ってこの先端をなるべく尖らせるような形にしてたりします。これちょっとね分かりにくいんですけど、かなりちょっとだけ削ってます。通常こんな感じでね、エッジのところがちょっと四角くなってるんですけど、こちら側は削ってなるべくここがね尖るようにしています。こちらをですね、このコントローラーのスティックにはめてあげて、よいしょ。はい、こんな感じではめてあげてですね、で、このリニアレールの方のね、ここに当たって、こういう風に、こんな感じで当たっていくことでですね、スティックの感度を計測するっていう形になってます。はい。で、CNC シールドに関しては、このね、一番端っこの RX、TX とかね、5、A4 っていうところを下側に合わせてですね、こうやって乗せてあげることで使うことができるようになってます。で、さらに輪ゴムっていうのを使います。ここにこうやってスティックのところに引っ掛けてあげてですね、で、スティックにある程度テンションをかけてあげます。で、こちら側からですね、このリニアレールのここのね、板のところで、このスティックを押していってあげることで計測ができるっていうね、そういう仕組みになってますね。コントローラーの固定とかですね、このリニアレールの方のね、固定とかはですね、基本的にはこういうクランプですね。こちらを使ってます。はい。こういった高木製のね、なんて言うんでしたっけ。クイックバークランプですね。そう。高木のクイックバークランプを使ってですね、コントローラーを固定したりとかですね、スタンレーのマルチアングルバイスとこちらのクイックバークランプを2個使ってですね、片方はこう横向きにして、このリニアアクチュエーターですね、こちらをこうやって固定してあげて、で片方はこういう風に縦に使ってですね、このコントローラーをこういう風に、固定して机に固定してあげるっていうね、そういうやり方をしてますね。それでね、固定っていうのができて、
測ることができます。リニアアクチュエーターを固定している方のクイックバックランプにこの輪ゴムっていうのをですね、結んであげて、で、こちらをね、こういう風に、スティックを引っ張ってあげるっていう、そういう感じの使い方をしています。基本的なね、計測に必要な機材っていうのはこれで全てですかね。一覧にしてですね、どういう商品を使っているかっていうのは後でね、概要欄の方に、載せておきたいと思います。はい。でこのね、リニアアクチュエーターなんですけど、ワンステップで 0.25mm 動くステッピングモーターを用いたね、リニアアクチュエーターになってます。よりね、高級で精度が高いものをね、使用してもいいかなとは思うんですけど、現状ね、安く入手できるものでも精度には結構満足はできているかなと思います。で、こういう機材が揃ったらですね、あとは専用のソフトウェアですね、この Arduino のスケッチと、あとは計測するときにですね、通信を行って、このスティックのね、倒れている距離っていうのをね、やり取りするソフトウェアですね。Python のソフトウェアっていうのを用意していますので、そちらを最後にね、使って、これを動かしていくことになります。そちらのソフトに関しては全て GitHub の方で公開してますので、そちらをね、見ていただいてですね、必要に応じてご自身でね、いじったりしていただいてもいいのかなと思います。で、ここまでね、機材揃って、ある程度ね、準備が整ったらですね、次はですね、コントローラー分解する必要があります。私が使っている Python のソフトウェアですね、コントローラーの高さっていうのをですね、要は回転軸からの高さっていうのを計測する必要があります。それを事前に入力しておいて、それからですね、計測っていうのを開始します。例えばですね、このデュアルセンスとかデュアルショック4なんかはですね、ここの高さが確か、18ミリぐらいだったかな。そういった数値がね、事前にもうすでに計測したものに関してはね、ソフトウェアの方に、定数として入れてあったりするんですけど、そういったものを使ってもいいですし、ご自身でね、新しいコントローラー、まだ計測されてないコントローラーに関してはですね、分解して、高さを計測して、ね、ソフトウェアの方にですね、GPSM っていうね、ソフトウェアの方に、高さを入れてあげて、で、計測するっていう形になります。もうせっかくなんでこちら DualShock 4の Firebird ですね、私が普段使っている Apex 用のね、設定が入ったものについてですね、計測をしてみたいと思います。はい。まずね、こういう風に機材固定しましたマルチアングルバイスとクイックバックランプですね。で、ここにリニアアクチュエーターがあります。そしたらですね、まずね、このリニアアクチュエーターの方ですね。よいしょ。ここの高さですね。こちら側とこちら側の端の高さを合わせます。よいしょ。ちょっとこっちが高いかな。うん。はい、これでね、しっかりとこの地面っていうか机の面との平行を取ってあげてですね。で、コントローラーの方も固定していきます。コントローラーは、よいしょ、このね、フリークの土台をつけてあげてですね。このぐらいの位置かな。で、ここでですね、ここはね、引っかかっちゃってですね、この計測できないということがあるので、ここの高さも合わせなきゃいけないんで、ちょっともうちょっと低くしなきゃいけないですね。これが結構難しくてね、このフリークの土台と、このコントローラーのね、本体、ボディのところと干渉しないうまい具合の高さっていうのを見つけてあげる必要があったりしますね。このぐらいかな。いいですね。で、この高さをね、平行を合わせてもう一回上げる必要がありますけど、だいたいこのぐらいですね。これでリニアアクチュエーターのね、位置決めができたので、輪ゴム通していきます。フリークの土台の方からですね。よいしょ。ここの部分に。クリップでね、私は輪ゴムをね、引っ掛けるとこ作ってます。なるべくこう左右でね、テンションが変わらないようにですね、輪ゴムうまいこと引っ掛けてあげます。そしたら、これでできたので、あとはですね、コントローラーをしっかりと、このリニアアクチュエーターと平行になるように固定をしてあげます。で、ついでにですね、ゲームパッドテストを開きます。
で、ちょうどこの X 軸の方のね、この右端にうまくこう、上下が中立になるようにですね、調整してあげつつですね、こんぐらいかな。はい。これで、なおかつ、リニアアクチュエーターのところに平行になるように固定してあげて、で、クイックバークランプでね、もう一回こちらも固定してあげます。ちょっと今回はね、撮影の関係で固定がちょっと難しいんですけど、よいしょ。まあまあ、ちょっとね、これでいいでしょう。はい、設定ソフトダウンロードしてきたらですね、こういう runscript.bat っていうのがありますので、Python がね、インストールされているコンピューターであれば、これをダブルクリックしてやるとですね、よいしょ。はい、こんな感じで、起動することができます。今ね、この、Arduino の基板を接続するのを忘れてたので、シリアルデバイスがないですって言われちゃいましたので、シリアルデバイス接続します。よいしょ。ですね、この Arduino を接続してあげて、はい。でこの Arduino Uno にはですね、こちらのソフトに入っている Arduino っていうフォルダの中のこの Arduino.ino っていうね、このソフトをですね、事前に入れておいてあげてください。Arduino IDE からですね、普通に、読み込んであげてですね、こちらで、アップロードってね、してあげると、ここで Arduino Uno をしっかり選んでから、このアップロードをしてあげるとですね、コンパイルが始まって、このままインストールっていうのができます。はい、Done Uploading ってなったらですね、これで、この Arduino のスケッチっていうのが反映されましたので、これで OK ですね。はい。で、ランスクリプトっていうのをね、起動してあげます。そしたらですね、はい。こうやって自動的にですね、計測が始まってですね、で、計測の状況っていうのはね、こんな風にですね、グラフにしっかり表示が、リアルタイムにね、行われて、どんな風に計測ができているかっていうのがわかります。はい。で、こちらがですね、先ほどの直線距離でのね、リニアとの誤差っていうのを見ることができますね。私の今、Firebird の設定を若干低感度気味にしてるんで、こういうね、グラフが出てきますね。はい、これで、計測っていうのが完了しました。計測結果の方はこのようにですね、タイムスタンプ付きの CSV ファイルで出力が行われます。ちょっと試しにこちらのファイルの中をメモ帳で見てみたいと思います。はい、こんな感じですね。一つ目が度です。何度倒しているかっていうね、スティックの度。で、ディスタンス、これはちょっとね、参考のためにあくまで入れてる距離ですね。こちらは何の補正もかかってない距離になってます。で、バリューです。こちら、スティックの入力値になってます。次にディフデグリーズですね。これ度数で見た時のリニアとの誤差っていうのが入ってます。コンペンセイテッドディスタンスっていうのがですね、今、グラフを作成するときに採用している距離ですね。直線距離になってて、diff コンペンセイテッドディスタンスっていうのが直線距離で、表した時のですね、リニアとの誤差っていうのがこちらに入ってくるっていう、こんな感じの CSV ファイルになっているので、これをね、Excel かなんかで、読み込んで、そのままグラフに簡単にできるっていう形になっています。で、2つのファイルができるんですけど、1つ目が、こう、右端から左端にまでね、こうずっと押していった時ですね。で、2つ目がですね、左端から右端までこう戻していった時っていうのの計測結果になってます。なので、これ中立からですね、端に、押していく時っていうのを知りたければ、この1つ目のファイルの、後半部分と2つ目のファイルの後半部分っていうのを組み合わせてもらう必要があります。そこだけちょっとね、ややこしくなっちゃっててですね、まあできたらね、行きと戻りっていうところはですね、まあそれぞれファイルで分けた方がいいかなと思うんですけど、ちょっとね、そこまでは手が回ってないですね。まあいずれはやるかもしれないです。はい、そんな感じですね。まあ、あんまりね、そこまでこだわってね、行きと戻りをね、使ったりとかしなくてもね、どっちか片方のファイルだけ使っても十分かなとは思いますが、コントローラーによってはね、結構行きと戻りで差が出たりするものもあるので、その場合にちょっとね、そのあたりも気をつけていただいたらいいかなと思います。これでね、計測自体は完了になります。
もっとね、具体的にはですね、このソフトですね、引数があったりするのでですね、このランスクリプトバットっていうね、こちらの方でですね、この後ろにね、引数をちょっと加えていったりとかしてあげると、ちょっと動作をね、いろいろ変えたりとか、例えば、シリアルデバイスが複数ある場合とかですね、コントローラー複数ある場合にも対応は一応できるようにはなってます。そのあたりはですね、プログラムの方を見ていただくと簡単にどういう使い方か分かっていただけると思うので、GitHub の方でちょっと眺めていただいたらいいかなと思います。はい。これだけですね。これで、スティックのカーブの計測っていうのはできるようになったかなと思います。もしね、ちょっとこのあたりがわからなくて、どうしてもこの自動化ですね、計測自動化できないですっていうところがあったらね、ぜひコメント欄の方で、聞いていただければね、私のわかる範囲でね、回答できるかなと思いますので、ぜひ、そういった質問についてもね、こちらの動画にお寄せいただいたらいいかなというふうに思います。はい。で、計測方法の問題点っていうところですね、今後の課題についてちょっとお話していきたいと思うんですけど、まず一つ目がですね、スティックとリニアアクチュエーターのこの接触部分の問題ですね。フリークの土台使って削ってね、尖らせていますっていうことを言ったりしてますけど、やっぱり尖らせてもどうしてもね、細かくこの部分でね、影響を受けている可能性っていうのがあります。またね、このゴムを用いて引っ張っているっていうね、この方法自体もね、ゴムの張力がこの左右で異なったりしてですね、計測に誤差が出るっていう、そういう可能性もあります。なんで、できればこのね、スティックの頂点ですね、点面中央で、リニアアクチュエーターを接続できたらですね、より精度が上がるような気がしていてですね、ヒンジとかを使ってね、このスティックの点面中央に、このリニアアクチュエーターを接続するって方法があればね、いいんですけど、ちょっとね、現状、そこまでね、問題になっているケースっていうのがないかなって思っているので、まだこれでね、このやり方でいいかなとは思っているところです。またね、あと次ですね、固定方法の問題ですね。今ね、一応この水平取るために計測ですね、デジタルノギスで測ったりとかしてね、なるべく水平保つようにはしてるんですけど、どうしてもこのね、リニアアクチュエーターのこの斜めっていうのとね、このスティック、コントローラー自体のね、平行っていうのが取れていなかったりすることがあってですね、それで、ちょっとね、うまく計測がいかない時があって、その度にね、こうちょっとコントローラーの位置を調整したりっていう必要が出てきていたりします。このあたりはですね、コントローラーとリニアアクチュエーターを水平に保てるようなね、ケースとか作ったりとか、固定方法をもうちょっとね、工夫してあげることでですね、より精度を上げていけるかなっていうふうには思います。一旦現状でもね、精度はある程度出ているとはね、思っているんですけど、もしね、簡単にこうやったらいいんじゃないですかみたいなアイディアがあったら、そういったものもね、お待ちしています。3D プリンターとかをね、持っていれば話は早いんですけど、私のね、部屋が今、現状かなり狭くてですね、そういったこともできない状況にあるっていうところですね。はい、以上ですね、ゲームパッドのスティックカーブ計測入門っていうことでですね、スティック感度の計測を自動化してきてですね、そのやり方とかですね、また、実際ですね、どういうメリットがあってやっているのかとかですね、そういったところを解説してきましたが、いかがだったでしょうか。今回はかなり語る内容が多くてですね、あまり動画としてね、動きの少ないですね、結構面白くない動画になったかなと思うんですけど、前半部分あたりはですね、ゲーマーの皆さんにもね、多少は役立つ内容があったかなっていうところと、私がね、どういうスティックの感度カーブを出しているのかっていうところがね、知っていただけたらね、すごく良かったかなと思います。はい。これを真似してですね、皆さんいろんなコントローラーのスティック感度カーブをね、計測してみるっていうのもね、非常にいいかなと思っていてですね、私以外にもですね、現状このスティックの感度カーブ計測している人っていうのが多分私しかですね、私が知る限りはいなくてですね、実際このコントローラー自体のスティックに感度の違いがあるっていうことをね、YouTube なんかで発表したのは私が世界初だったと思いますし、このこと自体をね、
注目している方っていうのもまだまだ少ないかなっていうふうに思いますので、ぜひ、真似していただいてですね、これを広めていただくっていうのもね、非常に、今後ね、ゲームパッド、コントローラーっていうものについての理解が深まるかなっていうふうに思いますし、私ももっといいコントローラーが欲しいってずっと思っているのでですね、そのあたりの助けにもなったらね、いいかなっていうふうには思っていたりするので、ぜひね、真似してみていただけたらなと思います。私自身こういった基盤周りとかですね、こういったハードウェア周りかなり素人で、主にソフトウェアのところでね、生きてきた人間ですから、ハードウェアに関してもっといいアイデアがあるよという方のね、知恵とかもぜひ共有していただいたらですね、このコントローラーコミュニティにとってすごく助けになるのかなっていうふうに思いますので、そういったところもね、すごく、気になっているところではあります。はい。そんなわけでね、今回の動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。はい。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。